臨月で自宅で破水した私を車に乗せて、運転していた夫に義母から電話がかかってきた。破水したことを義母に伝えてくれると思っていたが、電話を切った瞬間、夫は想像を絶する言葉を言った。ここで降りてほしいんだ。そう言われて、私は車から引きずり下ろされた。激しい陣痛に耐えながら歩道でうずくまっている私。その時、ある一台の車が止まり、私を病院まで運んでくれた。その車中で私の顔を見た女性が、あれ、あなたって。この後、夫は最大の地獄を見ることになるのだ。私は大村真由美、30歳。現在会社員として働いている。夫の裕二とは高校時代の同級生だった。そして今から5年前に同窓会があり、私たちは再会。夫は私を見つけるなり、実は私のことが好きだったと言ったのだ。それから夫の猛アピールが始まった。私は正直、夫はタイプではなかったが、結局夫に押される感じで、私は結婚をした。結婚後、夫はとても優しく、幸せだった。義母は気が強い人で、きつく当たられることもあったが、そんな時はいつも優しい義父が私をかばってくれたのだ。しかし、結婚してから3年が過ぎたある日、義父は仕事中突然倒れ、病院に運ばれたのだ。病名は脳梗塞。その日から私たちは義父の介護をする日が始まったのだ。義母に手伝ってほしいと頼まれ、私はなるべく義父の介護を手伝っていた。しかし、仕事と介護の日々は想像以上にきつく、夫にも介護を手伝ってほしいと頼むと、なんで俺がするんだよ。俺は仕事が大変なんだから、できるわけないだろ。と言って断ったのだ。だが、私の体も疲れ切っており、精神的にもかなり参っていた。しかし、本当の娘のように可愛がってくれた義父なので、私はなんとか介護を頑張って続けていた。それから1ヶ月後のある朝、家に電話がかかってきて、夫が電話に出た。もしもし？それは義母からの電話だったが、急に夫の声が大きくなった。父さんが、意識不明？夫は一瞬呆然としていたが、すぐに。わかった。今すぐ行くから。そう言って、電話を切ったのだ。私と夫はすぐに着替えて病院に行った。病院に着くと、義母はソファーに座り、一点を見つめていた。母さん！夫が義母に駆け寄ると、義母はゆっくり顔を上げて夫に言った。父さんが亡くなった。義母の言葉に、私と夫は放心状態になったのだ。義父は昨日寝る前に寝室に向かおうとした時、突然倒れたのだ。すぐ救急車を呼び、懸命に治療を受けたが意識は戻らず、明け方に旅立った。それを聞いた夫は私に向かって言った。お前、父さんの介護を手抜きしただろ。夫から突然罵声を浴びせられ、私は呆然とした。そうよ、手抜きしたんでしょ。しかもあなたは介護を裕二に頼んだそうね。裕二は仕事が大変なのよ。よく頼めるわね。そんな。私は義父が亡くなったことがショックだったのに、さらに二人に心ない言葉をかけられ、さらに落ち込んでいたのだ。その後葬儀も無事終わったが、義母は憔悴しきっていた。私と夫は代わる代わる義実家に行き、義母の様子を見ていた。
しかし、いつ訪れても義母は毎回ソファーに座り、見ていないテレビがつけっぱなしだった。気が弱くなった義母をずっと見ていると、さすがに心配になっていた私。そんなある日、近くのスポーツジムで高齢者向けの水泳教室が開かれると、私は偶然知ったのだ。母さんは体を動かすことが好きだから、いいかもしれない。私は夫と相談し、週末に義母に伝え、早速見学に行った。そこでジムのスタッフの人とも話をしたが、義母は、とりあえず、一回行ってみようかしら。と言って、次の日に水泳教室に行ったのだ。それから半年が過ぎた。あれだけ暗かった義母は、今ではスポーツジムの水泳教室にはまり、毎日通っている。すっかり元気になった義母とは、最近食事の誘いを受けることも多くなった。しかしこの頃から義母が私にあることをよく言ってきた。ところで、結婚して何年になるの？5年です。ねえ、あなた、子供は産まないつもり？実は私は子供が大好きで、結婚してすぐにでも授かりたかったのだ。しかし、夫と相性が悪いのか、子供にはなかなか恵まれず、私は人知れず悩んでいたのだ。いや、子供は欲しいです。欲しいですって言ってるけど、全然努力してないんじゃない？不妊治療とか言ってるの？実は、不妊治療をしたいと夫に相談したが、夫はそこまでしなくてもいいと言われていた。不妊治療を私もしたいんです。でも、ユージさんが。何？あなた、子供ができないのはユージのせいだって言いたいの？違います。だったら、早く何とかしなさいよ。これはあなたの問題なのよ。もうお友達はみんな孫ができて、とても楽しそうなのに。どうやら、義母が通っている水泳教室のお友達はみんな孫がいて、おそらくその話に入れないのだろう。夫は一人っ子なので、私に期待するのは当然だと思う。義母が元気になってくれたのは嬉しいが、私は顔を合わせるたびに子供の話をされるのが辛くなってきていた。それから義母に食事に誘われても、私は何かと理由をつけて行かなくなったのだ。今日さ、母さんが一緒に夜ご飯食べようって言ってるんだけど。今日はいいや。家でゆっくりするね。ゆっくりするねって。最近母さんからの誘い、断ってるよね。そうかな。そうかなって。なんだよ。せっかくの母さんからの誘いを断るなんて。義母は、夫の前では子供の話をすることはなかったので、私が断っている本当の理由を言えなかったのだ。そしてこの日を境に、夫の態度が少しずつ変わってきたのだ。以前は私が作った料理を美味しいと言って笑顔で食べてくれたのに、最近では、この味噌汁、まずいな。え？あなたの好きな味にしてるよ。同じ？お前、味見しながら作ってないだろ。そう言って夫は急に私の顔に味噌汁をかけたのだ。何するのよ！父さんの介護も料理も手抜きしやがって、こんなまずい味噌汁飲めるかよ。そう言って夫は自分の部屋に入ったのだ。手抜きなんてしてない。私は味噌汁で濡れた顔をタオルで拭きながら泣いていた。なんとかして夫との関係を修復したい。そう思っていた私は後日夫をご飯に誘ったが、いい感じのお店だね。母さんも誘っていこうか。
え？二人で行こうよ。ここ最近一緒に出かけてないじゃない。出かけてないって、お前が全部断ってるんだぞ。だって、あなたずっとお母さんと過ごして、私と一緒にいないじゃない。あのさ、母さんは父さんに先立たれて悲しい思いをしているんだぞ。どうしてもっと寄り添ってあげないんだ。何も分かってないのはどっちよ。以前は休日のたびに二人で必ず過ごしていたのに、最近夫はほぼ義母と過ごしていたのだ。最近仕事終わって義実家に行って、休日もお母さんと過ごしてばかり。どうしてそんなにお母さんとばっかり一緒にいるのよ。その時、夫の携帯電話が鳴ったのだ。もしもし、母さん、ごめん。待たせてるよね。待たせてる？またお母さんと出かけるの？迎えに来てくれてありがとう。すぐ支度するね。そう言って夫はさっさと支度をし始めたのだ。またお母さんと出かけるの？今度母さん同窓会があるんだって。その時着ていく服を一緒に選んでほしいって頼まれたから。一緒に選ぶって。その後ご飯食べて帰るから、今日ご飯いらないからね。また今日も私は一人で過ごすんだ。そう思うと私は悲しくなってきて泣きそうになっていた。そして夫が玄関に向かった時、ドアが開いたのだ。母さん、ごめんお待たせして。いいのよ、焦らなくても。時間はあるんだから。義母は笑顔で夫に話しかけていた。お母さん、お久しぶりです。あら、久しぶり。え？あなたも今日来るの？いえ、私は。今日も来ないってさ。あら、そう。水泳教室のお友達はみんな息子夫婦と一緒に買い物に出かけてるって聞いてね。うちはなんでこんなにも違うんだろうって母さん悲しくなっちゃうの。母さん、そんな悲しまないで。買い物行こうか。そう言いながら夫はそっと義母の腕を持ち、義母が乗ってきた車に向かった。義母は車に向かう前、私をちらっと見てニヤッと笑っていったのを私は見逃さなかったのだ。悲しいのは私の方だよ。そう心でつぶやきながら、私は二人が乗った車を涙をこらえながら見送っていた。それから2ヶ月後のある朝、目を覚ますととても気分が悪かったのだ。ご飯も食べることができず、会社を休んですぐ病院に行った。そして私は妊娠していることが分かったのだ。やっと授かった。私はエコー写真を見ながら、まだ実感はないものの、妊娠した嬉しさでいっぱいになっていた。そしてすぐに私は夫に、今日はすぐに帰ってきてほしいとメールをして家で待っていた。帰宅した夫に私はすぐエコー写真を見せると、夫も大変喜んでくれた。これでやっと夫との生活が取り戻せる。私は孫を欲しがっていた義母にもやっと報告できることを嬉しく思って安心していたのだ。しかし妊娠してからも夫は義母の元に訪れる生活は変わらなかった。さらに私はつわりがひどくご飯が作れないことがわかると、しばらくは母さんのところでご飯お世話になるわ。と言って休みの前日から義実家に行き、宿泊することも多くなってきたのだ。私は体調が悪いからせめて休みの日はそばにいてほしいと頼むと、義母から電話がかかってきて、あなた、ユージは毎日仕事で疲れているのよ。
休みの日はそばにいてくれってなんて甘いこと言ってるの。そんな気持ちが弱いことでは出産できないわよ。と叱られたのだ。結局安定期に入り、私のお腹が大きくなって、重い荷物を持ってほしいからと一緒に買い物に行くのを頼んでも夫は、あのさ、高齢の母さんも重い荷物を買っても自分で歩いて帰ってくるよ。それなのにお前は頼むなんてさ、考えが甘いんじゃない？と言われる始末。妊娠したことによって私と夫、そして義母との距離は開く一方だったのだ。そして私は臨月に入った。いつ陣痛が来てもおかしくないと先生に言われていたので、私は荷物はあらかじめまとめていたのだ。荷物をまとめた次の日、椅子に座っていて、立ち上がったらズボンが濡れているのが分かったのだ。これは、もしかして。私は急いでトイレに行き確認したが、やはり破水していたのだ。トイレを急いで出て、私は夫に破水していることを伝えると、夫がかなり慌てていた。私は痛みがあり少しうずくまっていると、夫は私の腕を肩に置き、ゆっくりと車まで一緒に歩いてくれたのだ。やっとの思いで駐車場に着き、車の後部座席に倒れ込むように入り、夫も急いで運転席に乗り、病院に向かった。陣痛が来る時間が先ほどから短くなってる。私は思ったより出産が近いかもしれないと夫に伝え、夫も病院への近道をできるだけ選びながら走っていたのだ。その時、夫の携帯電話が鳴ったのだ。運転中の夫は取ることができず、私は激しい陣痛の中だったが、着信相手の名前を確認した。それは義母からだった。私は夫をまたどこかに呼び出すつもりでかけてきたのは分かったが、私が破水していることを義母に伝えようと思い、電話に出たのだ。もしもし。ああ、ユージ。まだ足が少し痛いんだけど、今日は水泳教室に行くから車出してくれない？夫が誰からの着信かを聞いてきたので、義母だと伝えると、ちょっと電話変わって。と言って、夫は車を歩道に寄せて止め、私は携帯電話を夫に渡した。破水していることを義母に話してくれるんだろう。私はそう思っていたが、夫は義母と話した後、とんでもない行動をしたのだ。あのさ、ここで降りて。は？ここで降りてほしいんだ。夫はそう言って運転席を降り、後部座席のドアを開け、私の腕を無理やり引っ張り外に出したのだ。何すんのよ！私は歩道に倒れ込みながら車から降ろされ、荷物を横に置かれた。今から母さんを水泳教室に送っていくから。あなた、本気で言ってるの？だって病院はもう近いし、ここから歩いて行けるだろ。水泳教室は始まる時間が決まってるから、そちらを先に行かないと。その後病院に行くから。夫は当然のように私に言ったのだ。そして夫は急いで車に乗り、義母のところに行ってしまった。私は夫への怒りと陣痛の痛さにかなり顔を歪めて歩道に倒れていった。すると、一台の車が私の横に止まった。大丈夫ですか？女性が降りてきたのは確認できたが、私は薄れゆく意識の中で、その女性に子供が生まれることだけを伝えていた。すると男性も降りてきて、私を抱えて車に乗せてくれたのだ。女性が私の額の汗を拭きながら一生懸命励ましてくれていたが、その女性が急に私の顔を見ていった。あれ？大村さん？
大村裕二さんの奥さん？あ、はい、そうです。夫をご存知ですか？実は、私を病院に連れて行ってくれたご夫妻は、夫の上司と奥さんで、私たちの結婚式に参加してくれたのだ。真由美さんよね。覚えてるわよ。綺麗な方だから。でも、今日は会社休みよね。旦那さんは？私は苦しい中でも、これまでのことを全て話したのだ。それから病院に着いたが、私は陣痛に苦しんでいった。間もなく出産近いと言われながらベッドで横たわっていると、私の携帯電話が鳴った。着信相手は夫。苦しい中でも、私は電話に出たのだ。もしもし。もしもし。もう生まれただろ。助けてくれよ。私は夫の全く無神経な言葉に思わず言った。は？あんた誰？あんた誰って、俺だよ。頼む、助けてくれよ。突然上司から電話がかかってきて、お前から説明してくれよ。そして私は夫にある言葉を言ったのだ。あんた、もう終わりだから。覚悟して病院に来なさい。そう言って私は電話を切ったのだ。それから1時間後、私は無事男の子を出産。病室には両親と病院に連れて行ってくれた夫の上司夫妻がいて、笑顔で私を迎えてくれて、私は思わず涙ぐんでしまった。それから30分後、夫が病室に入ってきた。夫の顔を見るなり、上司は夫に大激怒。どうやら会社では、愛妻家で子供が生まれると言いふらしては、かなり子煩悩ぶりをアピールしていたのだ。上司夫婦が帰った後、両親からさらに大激怒された夫は、ただうなだれていた。その後、夫の本当の姿が会社でバレて、夫は居づらくなり自主退職。義母は水泳教室があるスポーツジムに夫の同僚が通っていて、今回の噂を流され、義母は居づらくなり水泳教室を辞めたのだ。今回の件で私と夫は正式に離婚をした。そして私は車から降ろされた時に怪我をしていて、その時の怪我を看護師が取っていたのだ。それが証拠となって、夫へ命じられる慰謝料の支払い額は相当なものだろうと弁護士から言われた。私は出産してから3ヶ月後には仕事に復帰している。今は両親と住んでいるが、この子が幸せになることを一番に生きていこうと思う。